今回は猫ちゃん脱走防止のためにこの引き戸を開き戸に変えたいと思います。まさか開けるわけない、そんな不可能を可能にしてきました。好奇心旺盛なので気をつけてくださいと獣医さんからお墨付きをもらっているので、一生の別れにならないためにも絶対に開けられないドアを DIY していこうと思います。せっかくならこの縦売りっぽいドアをおしゃれに変えたいと思います。まずおしゃれにするにあたってホワイトオークの木材を使うことにしました。持ってみるとすごい重くて中が詰まってる感じがします。ホワイトオークの木材は憧れがあったので今回満を持して使います。ホワイトオークの独特で力強い木目がいいですよね。そしてもう一つおしゃれにするアイテムがステンドグラスです。アンティークショップや倉庫を巡り、このステンドグラスかこのステンドグラスで迷い、妻が一目惚れしたこちらに決定しました。保護のために周りにあった木枠を外したら枠の部分がだいぶ劣化していました。ステンドグラス屋さんに修理を依頼してこんなに綺麗になりました。まずはジグソーでカットしてからトリマーで加工したいと思います。木材はぴったりのサイズで注文してあり、余裕はなくミスは許されないので緊張します。新しい材料を注文しました。ブレードが欠けてしまいました。やはりホワイトオークは本当に硬いですね。新しく購入したブレードは付属のものと違って切れ味抜群でした。溝を掘って面取りしたものがこちらです。角棒を同じトリマーで面取りして、これでステンドグラスを押さえます。同じトリマーを使うことで角棒と上の木材の段差がなく違和感なく仕上がります。垂直ドリルガイドを購入しました。垂直に穴を開けるのは本当に難しいですよね。しっかり押さえるのがコツですが、垂直に穴を開けることができました。今回はビスで接合してダボで隠すことにしました。今回ステンドグラスを使うということで、最初は職人さんに作ってもらうことにしたのですが、お話ししていくうちに自分でももしかしたらできるかもと思ってしまい、今に至ります。最初は自分でもできると思ったのですが、今となってはなぜお願いしなかったのか激しく後悔しています。でもこの先に待っているおしゃれドアのためにも頑張りたいと思います。こんな細いビスに合うドリルを持っていなかったので、下穴を開けないでやってみたら折れてしまいました。折れたビスを避けるように斜めにドリルを入れることでなんとかなりました。ゴムを周りに入れて衝撃を吸収します。テープを取ると粘着になっているのでそのまま貼れるのがいいです。ゴムは弾力があって少し硬めです。まだ少し隙間があるのでウレタンスポンジを入れていきます。低反発でギュッとすると潰れるぐらいの柔らかさです。経年変化でへたってしまうデメリットがあるので、そこは注意が必要です。ステンドグラスのフレームの横がこの字の溝になっているので、ここにスポンジを入れます。扉を開け閉めする衝撃を緩和するためにモールディングの下にもスポンジを入れます。
ダボを作るためのドリルを購入しました。右の埋め木切りで作ったダボが左の皿取り切りで開けた穴にぴったり入る設計になっています。皿取り切りとはこんな形状のドリルで、ビスの頭が出ないように削ってくれるドリルです。インパクトドライバーは少しコツがいるため、ドリルドライバーの方が良さそうです。マイナスドライバーなどで根元を折ってあげます。片側をペンチなどで少し細くして入りやすくしてあげます。同じ材料からダボを作ることによってダボの跡が分かりにくくなります。アサリなしのこぎりでカットします。通常のこぎりは刃が左右に広がっていて、このアサリがあると木材が傷ついてしまいます。付属のラッチが長くて入らなかったため、短いラッチを購入しました。ここの幅を狭く設計してしまったのが原因です。この短いラッチでギリギリなんですよね。なぜ設計図より下の位置に穴を開けているかというと、ドアノブの高さは一般的に床から90から100センチに設計されているのですが、この設計図だと下から115センチで20センチほど高くなってしまっています。普段触れているドアノブより20センチ高い位置で開け閉めしようとすると違和感がすごいです。毎日この違和感を感じて生活するのは苦痛なので、見た目より普段の実用性を選びました。こんな感じのトリマービットを2個使ってモールディングを作ります。ステンドグラスが主役なので、今回は少し控えめなモールディングにしました。ここは板を入れてモールディングで挟むことにしたのですが、このやり方が後に悲劇を生むことになるとは思いませんでした。モールディングで挟む板が少し時間が経ったら反ってしまっていました。水で濡らして反りを直そうと思います。図のような反りの向きで上側を濡らします。反対にして上から重りを置くのですが、猫ちゃんが手伝ってくれました。図のように濡らした面を下にして上に重りを置きます。自分でもびっくりしたのですが、ほぼ反りがなくなりました。これで板が入ります。今回は落ち着いた色のドアノブを購入。丸ノブにすれば猫ちゃんもドアを開けられないですね。少し分かりにくいですが、ビスが中で折れてしまいました。違う場所にビスを打つわけにもいかないので、ビスを抜く道具を購入しました。この先端をビスに入れて抜くみたいです。ビスを抜いた穴が大きくなってしまったので、爪楊枝を詰めてからビスを入れます。
ドアノブを回した後、ラッチが自動で戻ってきません。ラッチを小さいものにしたせいか戻る力が弱いですね。何個か購入してみたのですが、小さいタイプはやはり戻る力が弱いです。失敗続きで結構落ち込んでいたのですが、猫ちゃんが慰めてくれてすごい元気が出ました。気を取り直してやっていきます。ここに来てようやく気づいたのですが、短いラッチは丸ノブに対応しているものはないのかもしれません。結局長いラッチをつけることにしました。モールディング部分までノブがかかってしまうのですが、これはもう仕方ないですね。先の部分が少し当たってしまうので削りたいと思います。モールディングにノブが乗ってしまうので、その部分だけ削りたいと思います。ラッチを変えたことで穴が隠れなくなってしまいました。開いてしまったものは仕方ないので穴を埋めていきます。ヤスリがけした後の粉にボンドを混ぜてパテを作り穴を埋めます。同じ木材の木粉を使うことによって目立たなくなります。強くヤスると穴から抜けてしまうので、軽くヤスリをかけてあげます。思ったより目立ちますが、実際に見えるところはここなので許容範囲ですかね。ドアの片面だけ周りをトリマーで削った板を貼ってみます。前回の反省を踏まえてこんなジグを作ってみました。これで蝶つがいの溝がはみ出さずにきれいに彫れます。使わないところに塗装テストしてみました。ナチュラルとミディアムオールナットがほとんど変わらないのが意外でしたが、ミディアムオールナットに決定しました。塗る前もいい味がありますが、塗料が乗ると木目がはっきりして木に命が吹き込まれる感じがしていいですね。今回一番問題の枠部分をやっていきます。普通はここに枠がついてると思うのですが、化粧縁がついていて開き戸が取り付けられません。壁を壊すのはさすがに面倒だと思ったので、この出てる部分を削って枠を入れることにしました。イエローポプラの木材を枠につけていきます。
これで万が一扉が開くこともないでしょう。ただ注意することがあって、中に人がいるのにもう一人が外出するとき鍵を閉めてしまうと中の人が出られなくなってしまいます。吊り下げタイプの場合、上の左右についている部材を外すだけで簡単にドアが外れます。今回初めて壁紙を貼ってみました。キッチンと同じワトコイルを使うことで色が統一され、雰囲気よく仕上がりました。少し時間が経ったらここの板が割れてしまいました。モールディングをボンドでガチガチに固定してしまったので、乾燥で木材が動いた時に逃げ場がなくなってしまったのが原因ですね。ドア作成で無垢の木材を使うときは反りが少ないマサ目を使う方がいいと思いますが、板目をあえて使ってよかったと思います。今回職人さんに見積もりを出してもらったのですが、その時の金額が22万8000円でした。そして今回のドア作成でかかった金額はおよそ7万9000円でした。この金額は木材、枠、取り付け費用でステンドグラスと金物の値段は含みません。労力はすごいかかりましたが、およそ3分の1程度に費用を抑えることができました。次回はこの枠部分にモールディングをつけてから腰壁を作りたいと思います。こんな感じで今後もおしゃれに DIY していく予定なので、チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。